皆さんこんにちは、ちあまるこです。はい、今日はですね、これからの季節、梅雨に入りますよね。で、出てくるのが雑草です。はい、なので今回は雑草対策で私がおすすめするグラウンドカバー4種類をご紹介したいと思います。で、我が家ここに引っ越してきてもう3年経つんですけど、初めて引っ越してきた時の梅雨明けの6月、ビフォーはアフターどうぞ、こんな感じでした。ね、すごいでしょ。もうね、椿ちゃんの身長が80センチだったので、もうそれを超える雑草がたった4ヶ月で4回も草刈りしたんですよ。もうほんとそれがストレスで、もうそれがきっかけでグラウンドカバーだったりとか、その後に自信があって DIY したとかっていうのがきっかけで今に至るんですけど、散々調べて選び抜いた4種類。まずは大カンドラ、竜のひげ、アジュガー、ワイヤープランツ、この4種類のメリット、デメリットをしっかりお伝えしていきたいと思いますので、皆様の少しでもお役に立てますように。では喋ります。よーいスタート。じゃじゃーん、こちらが大カンドラです。もう私が芝生と迷ったんですね。ただ芝生がまずネットで探したら買いたいやつが売り切れてたのがきっかけで、あとは芝生の方がやっぱりお値段が高いで手入れが大変っていうのがあって、大カンドラ1袋めっちゃその時安かったんですよ。今ちょっと値上がりしてると思うんですけど、種まきから始めたんですが、その動画をねまた見えるようにこの辺りにつけてくるので、その方はまたそちらで見ていただきたいんですけども、まず大カンドラは日陰にも強いです。で、皆様に長さ結構聞かれるんですけど、大体ここ見てください。アップに行きますけどね、日当たりが良くて水はけの良い場所だったらこんな感じです。もうめっちゃ短いですよ。水はけが良かったら本当もう1センチぐらいですかね。で、日陰になるとここ年中日陰のところなんですけどね、そうなると結構ね10センチぐらいはあるのかな。これちょっと短いですけど、あとこの隅っこで暮らしているこの大カンドラたちは結構伸びるんですよ。これもさっきと同じ10センチぐらいかな。でも踏まないんでね、毎日踏むところは地面がすっごい硬くなっちゃったので、大カンドラもね広がらなくて、で踏むとねやっぱり黄色くなっちゃったんですよ。なので私アプローチ作ったんですね。なので芝生はちょっとわからないんですけど、そのアプローチ代わりだったりとか毎日歩くところにはおすすめしないです。で、ここなんですけど、昔ねアント排水を設置して土を埋めたところがあるんですけど、土が下がって最近上からね土をここ足してるんです。なので色が違うんですが、これからね新芽が、大カンドラが生育が旺盛になるので見てください。どんどん出てきます。土をかぶせても大カンドラは出てきます。今ねここね大カンドラここからここまで伸びていってるの分かります？昔このね4つに竜のひげを植えてたんですが、ここ軒下であんまり水が当たらなくて大抵の植物はダメだったんですが、大カンドラはどんどん広がってます。強いね。はい、もうほとんどメリットしかない大カンドラなんですけど、今から初めてデメリットを言います。なんせ生育が強すぎる。どうした？デメリットっていうのはね、悪いところ。もうね悪いところも紙一重じゃないですか。ある意味いいところなんです。もうなんせ強すぎるっていうので見てください。ここ竜のひげにねもう大カンドラが混じっちゃってるんですよ。で、これは私がそもそも向こうにあった竜のひげをこっちにどうした？お絵かきしてんの？いいよ、水でお絵かきしてていいよ。それつけるので、もともと向こうのお庭にあった竜のひげをこっちに植え替えたんですよ。で、めっちゃ根を取ったつもりだったんですけど、大カンドラが混じってて増えました。なので増やしたくないところはねしっかり仕切るっていうことをおすすめします。あと
こっちがお庭側なんですけど、こっちお池側で見てください。もうね入ってきちゃったんですよ。こっからこれね覆われてますけど、ほとんどねもうこのぐらいしか土の幅なかったんです。なのでしっかり皆さん仕切ってくださいね。何やってんのみつきちゃん。水どうしたん？水入れてどうしたん？たまらんく可愛いですけど、どうしたん？どうしたん？どこ行くん？どこ行くん？スープなんそれ。よちよちより、あ、上手ね。はーい。はい、次おすすめしたいのが竜のひげです。で、竜のひげすいません、もう大カンドラで巻けちゃって見えないんですけど、お池の周りを縁取るのに使ってました。すごくね和な感じが素敵でした。ちょっと大カンドラで見えないんですけどね。で、竜のひげのいいところはまず日陰に強い、そして株分けできるのでどんどん増やすことができます。はい。でちょっとねデメリットって言いますか、踏み圧に弱いので見る分にはいいんです。こうねさっきみたいに池に縁取ったりとか寄せ植えとかに使うのはいいんですけど、この踏むところはちょっと向いてないかなって思います。以上、竜のひげ少ないね。ちょっと大カンドラ愛が強すぎて。はい、じゃあ次はワイヤープランツ。この丸い葉っぱがワイヤープランツなんですけど、これもワイヤープランツなんです。でワイヤープランツのすごいところは見て、どんなに枯れても復活します。はい、ここにも一度枯れて復活したワイヤープランツがあります。ここにもワイヤープランツここにもワイヤープランツっていうぐらい、私ね数えきれないぐらいワイヤープランツ株分けしてあちこち植え替えてるんです。で植え替えるとさっきみたいに茶色く一回枯れるんですが、また絶対復活します。復活しなかったワイヤープランツはない。なので絶対ホームセンターとかにワイヤープランツ売ってるんですよ。このぐらいちっこいやつで多分めっちゃ安いと思うんですけど、1株あれば大抵増やせるし移動もできるし、すっごく使いやすいと思います。でワイヤープランツね、私最近さっき池回りのところを一回抜いたって言ったじゃないですか。すごいのナイアガラの滝みたいにわっさーってなるんですよ。ただ何が言いたいんだろう、手入れがしやすいというか抜きやすいというか、要は1箇所からしか広がらないんですよ。大カンドラとかアジュガとかその都度で根を張っていくんです。ビヤシャーに。だからもう抜けないんですけど、もう大変なんですけど、ワイヤープランツは1箇所からうわーって広がっていくので、抜くときはもう1箇所抜いたらブワッサーって取れます。はい、ありがとう。玄関のとこ置いといて。でさっきのお池周りのところもね、ワイヤープランツが広がっている時は雑草が生えないんです。多分火が当たらないんだと思うんですよ、全く。なので花壇をねワイヤープランツいっぱいにしたら雑草は生えてきません。そういう使い方はおすすめですね。はーい、伝わりました。私ワイヤープランツ大好きなんでね抜いたけどね。デメリットなんですが、このようにフェンスの間から伸びていってしまうんですね。ただ壁に根付いていくわけではないので、引っ張ったら抜けます。そしてこれがワイヤープランツナイアガラの滝です。すっごい綺麗なんですよね。大好きなんです。ただやっぱり伸びすぎると私剪定するんです。今の時期から秋ぐらいまで剪定しても4回はこの長さまで伸びます。でもこんなにありますけど、実は3箇所しか植えていません。次は池回りです。海のように広がるワイヤープランツ、とっても素敵なんですよね。そして雑草も生えないんです。ただ一緒に植えているアジュガと竜のひげは埋もれてしまいます。次はアジュガです。見て、めっちゃ綺麗でしょ。グラウンドカバーなのにお花がこんなに立派に大きく咲くんです。で、すっごい広がります。もうびっくりするね。近くで行きますよ。アジュがここめっちゃ伸びてきてるじゃないですかね。もうどんどん広がってきちゃうので、これね後ろ見るともうほらくっついてきてる。ここ見えます？ほら根っこが出てるじゃないですか。こうやってね広がって根付いていくんです。これもほっといたらねもううわーって広がっていっちゃうんで、
こっちのアジュガはね、昔ね、こんな風にね、取って一個一個植えていったんですよ。もう何もしなくても、まあ水やりは必要ですけど、すぐ根付きますのでめっちゃ強いです。で、アジュが買うとそこそこ高いんですよ。で、私も買いに行ったんですけど、売ってなくて、で、枯れかけてたのが売ってたんですよ。もうそれはさすがにね、枯れかけてるしでやめたんですけど、で、このアジュカたちは、もらったんです。本当ありがとうございます。今も綺麗に咲いてますって、その時19ポットいただいて、で、あちこちに植えて、で、結構いろんなところに移植したんですよ。移動したり、引っ越ししたり。でも、根付きますのでご安心ください。なので、まあ、花壇もそうですけど、こういうお庭の日陰、橋、お花が欲しいでも手入れしたくないっていうか手入れ楽に手入れしたくないでいいや、はい、方はぜひアジュガがおすすめです。で、次は最後アイビー忘れてた。これがアイビーなんですけども、アイビーは強いよね。で、多分ね、皆さんが嫌がるのはほっとくとね、どんどん広がってこうやってね、壁にね、ほら見えます？これ根っこ、ほら根っこ、あ、ピントが合わない。これが根っこなんですけど、これがね、張り付いて、こんなになっちゃうんですよ。はい。で、アイビーは増やすのが簡単なので、こうやってね、茎からもう根が出てるので、こうやってね、鉢植えに刺したりとか、今の時期になると花壇のね、アイビーもどんどん新しく伸びていくので、このね、端っことかをね、こうやってチョキンって切って、プランターとか寄せ植えに刺しておくと、もうそれだけでね、とっても素敵になりますよね。では、最後に雑草のあるところを探索していきたいと思います。ここはね、雑草です。何にも手入れしてないんで、じゃん。ここね、この辺り最近ワイヤープラスにいたところちょっとね土がむき出しになってるんですよ。そうするとやっぱりねこういった雑草ちょいちょい出てきます。はい、この辺りは雑草がありません。あ、ここねちょっといろいろ物置とかしてて、こういう土がむき出しのところには雑草がありますが、大寒空の場所には雑草がありません。はい、ここね、ここも結構日陰ですよね。時間によって、あ、雑草を見つけましたね。これぐらいかな。雑草はどこだ？雑草はどこかしら。雑草はどこ？あ、日陰。雑草というかもう混じってるよりなんかちょっと草？なんなのこれ。雑草。ここもね、あ、これもちょっと雑草ですよね。でね、見えます？もうね、根がね、びっしりなの、根が。だから雑草が生えてこないんですよ。この辺りもちょこっと雑草生えてますがね、パッと見て、ほとんど気になりませんね。ここ結構日陰でね、ちょっと傾斜があって水が溜まるところは、ちょっと雑草があるかな。この辺りもちょっと草花が咲いておりますね。で、こっちは何もしてないんですよ。ここグラウンドカバー一切ないんで、これは全部雑草です。これからどんどん伸びていきます。そしてこうなります。マルコのお庭でした。皆さんいかがでしたでしょうか？はい、これからどんどん雑草が伸びてくると思うんですけど、あっちは日陰、ここは日向っていうようにね、その場所に合ったグラウンドカバーを選んで、この夏以降雑草狩りが少しでも楽になりますようにっていう願いを込めてこの動画を作ったので、ぜひ参考にしてくださいね。でもしコメントとか質問疑問があったらぜひコメント欄に書いてくださいね。ではお疲れ様です。亀吉くんがお散歩しています。亀吉ハウスにも、ここに竜のひげ、ここに大カンドラがあります。あ、頭引っ込めた。バイバイ。かわいいね。じゃあママは？ママ外です。はいだー。コールしてください、君たち。頑張ります。はい。どうですか？頑張ってますか？はーい。